皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。私は南オーストラリアはアデレード在住11年目。日本で看護師として10年働いた後、オーストラリアへ移住して、オーストラリアでもその資格を生かして看護師として働いています。私はオーストラリアでは透析看護師として働いているので、夜勤はまずありません。夜勤がね、ないのは本当に体にとっては楽なんですけれども、それでもやっぱり早出遅出っていうシフトワークでね、働いているので、結構体にね、負担がかかる時もやっぱりあります。その中でも一番辛いシフトが、遅出から早出にスイッチする時のシフトなんですけれども、それはでもね、必ず週に1回はその勤務がどうしても組まれてしまいます。で、今回はその2日間に密着して遅出から早出で、私がそれをどういうふうにね、日常を、こなしているのか、それについてね、少し密着していきたいと思います。そしてこの動画のね、最後に私最近働き方をね、少し変えたので、そのことについてのご報告と、でそれをね、したことによってどんな風に今の私の生活が変わったのか、それについてもね、少しお話ししていきたいと思いますので、どうぞ最後まで動画をね、ご覧になっていただけると嬉しいと思います。はい、今ね、私がやっているのがお袖前の一大行事の一つで、花をね、トイレに連れ出しています。知る人ぞ知る花は逃走歴がね、ありますので、こうやってね、リードでつないで走れるとこまで連れて行かないといけないんですね。今ね、クリスがね、柵を作ってくれてるので、また完成したらね、お見せしたいと思います。はい、そしてね、私の朝ごはんの時間になりまして、私のこの冬のソウルフード、味噌キムチ鍋をいただきます。朝はね、絶対和食なんですね。やっぱり和朝食がちゃんとゆっくり座って食べれて、でその後また少しリラックスする時間がある。やっぱこれがね、お袖の醍醐味で、私はその腸活的にもこのリズムがね、すっごくいいんですよ。体に合ってて。だから割とお袖してる時の方が体調は良かったりします。かといってずっとお袖だとやっぱりダメなんで、やっぱりそこはミックスした方がいいんですけど、お袖か早出かって言われると、割と私はお袖の方がね、自分には合ってる気がするんですけどね。早出だと、やっぱりもう朝早くからもう完全に戦闘モードに体が入ってるので、職場でいくら朝ごはんを食べたところでやっぱりなんかリラックスできてないからか、割と早出の時はね、便秘気味に、ね、なる時の方が多いかなって私は思います。で、だいたい出勤30分前にはもう制服に着替えてて、で持っていくものをね、用意しますね。だいたいね、12時から始まるんですけれども、お袖が次の休憩がね、4時ぐらいなんですよね。で、その時はもう簡単な休憩しか取らないので、簡単にね、食べれるこのリンゴと、ヨーグルトでスムージー。で、これがね、今日の夜ご飯なんですけれども、またね、後で出てきます。はい、これがね、花のお待ちスポットなんですけれども、花は私がユニフォームに着替えたら、もうおやつをもらえるって分かってるので、もう絶対この辺でね、うろうろしてるんですね。もうジャーキーの方見てるんですね。で、私がジャーキーの蓋を開けたらもうこんな感じで、これがね、私と犬たちの出勤前の儀式になってます。はい、そしてね、11時には家を出ないとお袖には間に合いません。なんせ田舎暮らしに変わって片道1時間運転をねして出勤しておりますということで、往復2時間。このね、往復2時間をね、なんとか有効に使いたいなと思いつつ、母と喋る日もあるんですけれども、毎日ではないので、オーディオブック買おうかなとかいろいろ悩みながら、何か皆さんいい案ありますかね。皆さん運転してる時とかはどんな風に時間を過ごしています？
はい、そしてね、これがね、お袖出勤の醍醐味第2弾ということで、だいたいね、3分の2ぐらい運転してきたところで、国立公園の真横をね、通り過ぎるんですけれども、そこで絶対この時間に、野生のね、エミューが見れるんですよ。今日はね、ちょっとね、車を止めて近づいて行ってみました。ね、ああやってね、自転車がね、普通に通り過ぎていく感じとか、なんかやっぱりこういうのがオーストラリアっぽいなって思います。はい、そんな感じでね、12時職場に到着、お袖の勤務が始まります。はい、今日のね、夕食は7時にね、取ることができました。これがね、取れない時もあるんですけれども、基本はね、6時半から7時ぐらいの間に夕食に入れるようにしています。帰ったらね、もうかなり遅いので、それで食べてすぐ寝るっていうのが嫌なので、私は基本ね、職場で食べるようにしています。休憩の取り方は結構みんなバラバラで、もう早めに全部の休憩も一気に取ってしまいたい人もいれば、私みたいにね、後から取る人もいるような感じです。はい、無事にね、8時勤務終了。さて、どんなシフトだったんでしょうね。はい、無事にね、終わりました。ただいまね、8時。ちょうどね、オンタイムで終わりました。だけど今日はね、2人、病欠で、かなり、午前中も忙しかったみたいで、で、お昼も、数少ないスタッフでね、回してたんですけれども、急遽、3時ぐらいからかな、スタッフが、来れるっていうことで来てもらって、で、途中までね、手伝ってもらいました。なんとかね、それでやってたけど、まあ、やっぱり、病欠はね、多いですね。もうあるあるなんですけどね。まあ、特に今冬なので、風邪ひいたりとか、ちょっと風邪症状があったりとかで、特にこの時期はね、病欠が多いんですけど、まあなんとか乗り切れました。ね、今からね、帰ります。はい、帰りの運転はね、特に今冬なので、雨が降ってたりっていうので視界が悪かったり、滑りやすかったりするのでね、結構この山道帰るのね、気が抜けないですね。あと野生の動物がいつ出てくるかなって思いながら結構運転してます。はい、8時に仕事が終わって1時間またかけて帰ってくるので、だいたい家に帰ってくるのはね、こんな感じで9時、もう真っ暗ですね。Hello. Hello. Hello. Hey, hey, come here. Come here. Hello. 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 それ。まずはね、ペットたちと戯れて、暖炉の前に移動して、温まって、これがね、お袖が終わった後の私のね、完全な癒し時間なんですね。で、このお袖終わって、だいたいね、ベッドに入るの10時か10時半ぐらいにはね、ベッドに入るようにしてるんですけれども、やっぱりね、次の日が早出だと、起きなきゃって思うのもあるし、だからなかなか寝つけなくって、で、さっきまで仕事をしてたから、脳がまだ働いてる感じがあって、なかなかね、寝つけないんですけど、なんとかね、ベッドにも入るんですけど、だいたいね、寝るに落ちるの11時ぐらいですかね。はい、先ほど就寝してからね、6時間ほど経過した朝5時20分でございます。6時間寝てるじゃないって思われるかもしれないんですけれども、脳がね、寝てないんですよ。そのお袖終わって、なんとなくまだその脳が働いてる状態でベッドに入っても、で、そして次の日起きなきゃいけないと思ってるから、何回も目覚めるんですね。このお袖から早出に切り替わるシフトの夜って。だからね、2時に起きてみたり、3時に1時間ごとに起きてみたりっていう感じなので、睡眠のね、質はね、めちゃくちゃ悪いです。はい、なんとかね、重たい体を動かして、準備にね、取り掛かっていかないと、6時にはね、家を出なきゃいけないんですね。この日は7時出勤だったので、6時には最低でも家を出ないと、間に合わないので、
準備をね、していかなければいけません。はい、なんとかね、無事準備が終わったので、まだね、ベッドで寝ているお眠な状態の犬たちにバイバイをして、私は仕事に行く時間です。この時期、このね、冬の時期、この朝の時間、何が一番怖いってこの霧状態ですね。もう山の上なので、もう本当に霧の中をね、走らなきゃいけないので、結構ね、危ないのでね、いつもね、慎重に運転してます。それでね、職場にまた着きました。朝での時は、だいたい朝のね、短い休憩があって、その時にヨーグルトとかリンゴをね、書き込むんですけれども、ランチはもうみんなね、バラバラの時間に行きますね。12時前後に行きたい人もいるし、私みたいに勤務が終わる前にゆっくり食べて帰りたいっていうタイプなので、私これね、だいたい2時半ぐらいに今これ食べてます。患者さんの状態にもよりけりで、ちょっと時間がね、30分ぐらいあったりしたら、途中でランチ行ったりもしますけれども、私は全部の仕事が終わってから、ゆっくり食べたいタイプなので、最後にね、食べることが多いです。今日はもうほんと大変で、まず、朝、2人病欠が出て、で、もうみんなで、普通7人なんですけど、5人で、助け合いながら患者さん、受け持ちして、で、8時半頃かな、一人、緊急で連絡したら今から来れるっていうので来てもらって、そしたら今度働いてるうちの一人のスタッフがなんか風邪症状がどんどん悪化していて、これダメだと思ったんで、もう帰ってもらって、結局ずっとね、スタッフ少ないままで最後まで駆け抜けました。まあでもいいチームワークだったので、まあなんとかね、全員残業なし。私ちょっとだけ遅れましたけど、やることがあったんで。で、15分過ぎて、今ね、やっと終わりました。今からね、帰ります。家帰るの何時かな ?4 時過ぎ。4時半ぐらいかな。今日は7時から働いたのでね、帰ってゆっくりワインでも飲もうかと思います。早出が終わって帰宅するときは、まず絶対渋滞に引っかかります。3時にこの日も終わったんですけれども、そうすると、学校のね、お迎えの時間に引っかかるんですね。だからもう車の数がまず多い。で、今これ高速乗ってるんですけれども、高速もよく事故があるので、今日もこれ事故があって、もうほとんど進まない。で、これも田舎暮らしの悪いところで、そんなに抜け道がないのでね、もう高速乗ってしまったら、もうそんなハマるしかないっていう感じなので、まあそれがね、あれですけども、この景色をね、運転しながら帰るのは、特にね、天気がいい日はね、気持ちいいドライブになります。帰ってきてね、このゲートを開けたら、いつもの顔がね、2つ揃ってるのがね、日課になって、これ本当にね、楽しみなんですよ。そして早出が終わってクリスも家に帰っていって天気が良ければ犬の散歩にねこれは行きます。
ドッグパークに連れて行く時もあるんですけれども、この家の近くにね、ちょっと歩けるようなところがあって、花がね、来て犬が2匹になってから、やっぱり私が一人でね、散歩に行くのはね、だいぶね、困難になってきたんですね。だから絶対クリスと行くようにしてます。一人でもね、行けないことはないんですけれども、まず空がね、すごい力が強いので、興奮したりしたら結構私何回か引きずられたことがあるんですね。で、それに花もいて、もし私が花のリードを外してしまうようなことがあったらまた逃げ出してしまうし、もう安全策をとって、絶対2人で行くようにしているのと、あと今この特に田舎の家に引っ越してからはもう犬がね、もうほとんどの家に犬がいるんですよ、周り。本当にこんな感じで。でもその度に空が興奮するから、なかなかね、コントロールが大変なんですね。もう本当に歩いていく先々に犬がいて、もうこれも割と田舎あるあるかなと思うんですけど、外飼いしてる犬がいるし、でそれがもうこうやって見えるのでね、もう空の興奮が止まらない。だから基本的にはね、2人で行くようにしてます。ちなみにこれが前回倒木があった時に折れた木がね、まだそのまま残ってるのと、さっきのがね、根っこですね。で最後この家のね、犬がね、なかなかね、激しいんですよ。こんな感じでね、もうだからね、実はね、田舎の散歩危険がいっぱいでほらね、それはね、結構ね、パーって興奮しちゃうので、それをね、なんとか抑えながら行くにはやっぱりね、クリスと一緒に行った方が絶対安全なので、散歩にね、行くときは必ず2人で行くようにしてます。真冬のね、早出終わり、そして散歩終わり、もうやることといったらね、暖炉を焚いてもらって、あとはリラックスするだけですね。基本ね、もう家帰ってきたらこうやって部屋着に着替えて、でもゆったりしてご飯食べて、もう寝るっていう感じでね、もうほとんどね、夜はすることないですね。これがね、私のお袖から早出にね、スイッチする時の大体ルーティーンですけれども、その逆もね、もちろんあるんですよ。早出からお袖に切り替わる時もあるから、その時はね、結構時間に余裕があるから、心のね、余裕もできることが多いです。ただやっぱりね、シフトワークはちょっとね、体にはきついですね。はい、ということでいかがでしたか？今回はシフトワークの現状ということで、お袖からね、早出に変わる2日間をピックアップしてお届けしました。で、それに伴いね、最近ちょっと働き方をね、実は変えたんです。で、それを少しアップデートしとこうと思いまして、実は結論から言うと、フルタイムという働き方をやめました。今までそのフルタイムで週5日働いてたんですけれども、今実は週4日に減らしたんですね、時間を。で、それにも理由がいくつかあるんですけれども、今まで人生18から私働いてるんですけど、高校卒業してすぐ働いたので、で、今まで人生でね、フルタイム以外で働いたことがなくって、そのパートタイムっていうのが人生50年目にして実はもう初めてなんです。学生だった時期とかもね、あるので、そういうのものけて、その働いている時はもう常にフルタイムだったので、ちょっとパートタイムっていうのがなんか未だにちょっと変な感じはしてるんですけれども、こっちでは2週間ごとのお給料のお払いなので、フルタイムだったら週5日で10日間働くので、10日がね、フルになるんです。で、週4日なので、こっちではね、週4日のことを、ポイント8って呼んでます。その 0.8。で、週4日で2週間の、給料、その2週間の給料形態の場合だと、8日間働くことになるので、ポイント8っていう呼び方をするんですね。で、そのポイント8に実は下げました。下げたタイミングは、引っ越し前後なんですけれども、引っ越しに伴って、その前から少しお試しでやってたんですね。マネージャーとも話して、理由も言って、でも、いきなりその契約を変えるのもあれだから、ちょっとお試しでっていうことで、お試しで何ヶ月間かな、してたんですね。でも、引っ越しが終わって、でも、本格的にね、もうポイント8に下げようっていうことになったので、話し合いをして契約ももう変えました。なので、正式に今はもうパートタイムで働いています。で、その理由がいくつかあるんですけれども、
一つは、本当に体が結構きつくなってきてるっていうことですね。50で何回かお伝えしてるんですけども、本当に更年期の真っ只中で結構きついんですね。更年期症状がいろいろ出てて、サプリメント飲んだり、いろいろ専門家の方に相談したりとかしながら、やってるんですけれども、また更年期は更年期で、動画をね、上げようと思ってるので、ここでは、詳しくは言わないですけれども、更年期症状が結構きついので、やっぱり更年期に、やっぱ一番ダメなのがストレスなんですね、本当に。なので、少しでもね、ストレスを減らして自分の時間、リラックスできる時間を持つためにも、ちょっと一日余裕が欲しいっていうのがあって、週4日に下げました。で、その体面のことが一つ。で、二つ目は、そのストレスにもね、関係してくるんですけれども、やっぱり田舎暮らしになって、毎日2時間、片道1時間、往復2時間の通勤。やっぱりね、結構絶対辛くなるの分かってたので、もうそれも先に踏まえてのお試しで実はパートタイムにね、下げていました。本当にこれね、私言ったらなんか私すごいちっちゃい人間なような気がするんですけれども、でもね、リアルなことなのでお話ししますけれども、私の仕事は、看護師の仕事は、時間制なんですよね。時給制なんですよね。だから働いた分だけお金がもらえる。で、その一方で、クリスは年俸制なので、もう決まった給料が毎2週間ごとに振り込まれる。で、その2週間、例えば、一日一日のノルマがあるんですけど、クリスの場合は仕事の振り分けられて。で、そのノルマが終われば、早く帰っていいんですよ。その代わり残業しても支払われる額は一緒なんですけれども、ほぼほぼ残業することはないし、あんまり見たことないし、早く帰ってくる方が多いんですね。で、例えば、さっきも見てもらったように、私が早出で朝6時に出ました。7時から働きます。で、クリスはだいたい7時半頃に家を出るんですね。で、私は7時から働いたら3時まで絶対に終わりなきゃいけないので、それでも帰ってきたらやっぱ4時とか4時半になる。じゃあ、大概クリスの方が先帰ってるんですよ。で、下手したらクリス、本当にね、1時とか2時とかに帰ってきてる時があって、で、多分、私、それが、塵も積もれば山となるじゃないけど、なんかそれをずっと経験していくうちに多分ストレスになるだろうなって思って、なんか同じ週5なのに、片やね、言い方は悪いかもしれないけど、片や、短時間で帰ってきてる。で、私はもう時間拘束なので、絶対に、早く終わるってことはないんですよ。で、例えば仕事が早く終わっても、ちゃんと時間まで何かをしなきゃいけないんですね。基本的にやることはいっぱいあるし、私もチームリーダーの仕事とか、いろんな仕事を抱えているので集計したりとか、いろんな仕事があるし、やることはね、あるんです。で、あと、もちろん看護師なので、これはもう世界共通で、常に勉強をしていかなきゃいけないので、やることはね、たくさんあるんです。で、看護師の登録って1年ごとに登録更新なんですけど、その時に、20時間ちゃんと勉強をこんだけしました。自分の、知識を高めるためにっていうのがあって、20時間ちゃんとポイントをね、貯めなきゃいけないんですよ。20時間勉強しましたっていう。で、そういうのもあって、常に勉強して、新しい情報を手に入れて、更新していかなきゃいけない仕事なので、そういう時間にね、合ってたりするんですけど、何が言いたいかっていうと、早く終わるってことはまずないってことですね。遅く終わることはあっても、早く終わることはないわけです。よっぽどの事情がない限り。その仕事の、働き方の差もあって、なんか私はきっとそのうち、私はもう片道毎日1時間かけて行って1時間かけて帰ってきて、きっちりの業務をこなしている中で、多分別にクリスが悪いわけでも誰が悪いわけでもないけど、ただ単に働き方の違いで、でもその違いがいつか大きな私のストレスになるんじゃないかなって、もう自分のことは自分がよく知ってますので、それをね、避けるためには、私はもう
ドライブする時間が増える分、下げてもいいかなって思ったんですよ。で、それはこの引っ越しをするときにクリスとも実は前提で話し合ってて、その上で引っ越しも決めたんですね。実はそのことも話し合いの中に入ってたんですね。なので、ストレスをちょっと減らすため、体のケアをするためっていうのがあって、週4にしました。じゃあ、収入面ではどうなのかっていうことなんですけども、それもあってお試しもしてたんですね。で、収入的にどんだけ減るか。で、それでやっていけるのかっていうのも、お試し期間に全部やって、いけるなって思ったんですね。確かに減るんですけれども、その分、私の家を賃貸に出してるので、家賃収入が入るので、その分全然十分カバーできてますし、で、あともう一つ大きいのは、実はもうすぐ車のローンが終わるんですね。で、実は私の車は、リースだったんですよ。5年前に会社の福利厚生でリース会社を通しての契約をしたので、リースで借りてたので、その5年のリースがもう今年に終わるので、もうすぐ終わるので、実はそのリースなので、車にかかるお金っていうのが、その給料からも先に、計算されて、だいたいこれぐらいかかるっていうのを計算された上でも天引きされてたんですね。だから私がいつも手取りでもらってたのは、もう車のお金を全部引かれた後のお金だったんですよ。メンテナンスも全部含めた。なので、その代わり、車に例えば問題があったりとか、タイヤを交換しなきゃいけない車検、ガソリンも全部、保険代も全部含めたものを天引きされてたので、その後からかかるお金に関しては、全部そのリース会社がプールしてるお金から出てたので、私のポケットマネーから出ることはなかったんですね。だからそれはすごく計算もしやすかったし、良かったんですけれども、それがなくなるので、結構な額引かれてたんですよ。で、それがなくなると同時に、支払いがなくなるので、手取りがね、増えるんですね。増えるっていうか、もうその今まで払ってた分がなくなるから元に戻るっていう形になって、その5年間ずっと払ってたものがなくなるんですね。で、単純計算でいくと、フルタイムで働いてて、車の、リースから天引きされてた分がなくな、天引きされてもらってた、収入と、ポイント8に下げて、その車のお金がなくなって入ってくる手取りとほぼ一緒なんですよ。だから、なんかそんなに、変わらないかなと思って。で、もちろんこれからその車のガソリン代、車検代、保険代っていうのは全部自分たちのポケットマネーから出ていくのでね、その辺の違いはもちろんあるんですけれども、そんなにもう、大打撃を受けるほどの収入源には全くならないので、生活の質も変わらないし、それだったらもういいかなって思います。ということで、ちょっとね、今クリスがね、帰ってきたみたいで、犬たちがちょっとはしゃいでましたけれども、そういう感じでね、結局収入面でも別にやっていける。で、体と精神面に関しては、ちょっと50になってスローダウンが必要っていう自分の心の声をね、ちゃんと聞いて実行に移そうと思って、本当にパートタイムになったことがないので、未だに変な感じなんですけれども、それでね、やっていけるのなら行こうと思っています。その週1日休みができただけでも本当に今私気分的に全然違うし、1日減らすだけでこんなに違うんだと思って。だから以前私週5日、5連休がありますってね、投稿で上げたことあるんですけれども、それもポイント入れに下げたからできることです。例えば月曜日から月火水木と働いて、金土の休みを希望して、日曜日は絶対休みだから、次の月火もまた希望を出せば、そこで5連休が有給なしで取れるんですよね。毎回はね、取らないですけど、やっぱり他の人との兼ね合いもあるので。だからそういうのができるようになった。それだけでもね、心の余裕がね、全然違うんですね。なので、今はね、そんな感じで少し自分自身の体の
心の声を聞いてスローダウンして、でもそれはやっぱりこのオーストラリアだからできるのかなって、やっぱ私は子供もいないし、なんかね、その主婦をめっちゃしてるわけじゃないのに、その日本だったらなんかフルタイムで働かないっていう選択しかなかったような気がするんですけれども、まあそれもこれもまあ人生40後半まで一人で生きてきて、私はやっぱもうずっと一人で生きていくって決めてたから、がむしゃらに働いてきましたけれども、まあ、40後半になってクリスと出会って、今度は人生が2人で暮らしていくっていうことになった。だからそのおかげもあって、今このスローダウンもね、できてるのかなと思うので、まあ、全てのことに感謝ですけれども、まあ、オーストラリアに来て、今のこの現状でもあまりとね、パートタイムが当たり前で、働いてる人いっぱいいるので、そんなに自分の中では、怠けてるっていうふうに思ってないんですけれども、そういう生活をねできるのは、まあ、オーストラリアに来たこともあって、やっぱり来てよかったなって思っている部分の一つですね、今はね。なので少しこれからね、精神的にも余裕ができてくることで、更年期の症状がね少しでも改善されるように、自分のね体をいたわりながら自分なりにまだまだね頑張っていきたいと思っています。まあ、ちょっとね、私に関することだけのアップデートだったんですけれども、最後までね、今回もご視聴いただきありがとうございました。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。